さあ始めようじゃねえか。ガンダム同士によるとんでもねえ戦争ってやつをよ。行けよファング。皆さんこんにちは、なおです。いつも私のチャンネルを見ていただきどうもありがとうございます。今回久しぶりにある系の動画です。このソードだけでだいたい1ヶ月くらいはかかってるんじゃないかなと思いますが、いやー結構かかりますね、時間が。それでは早速動画の方を解説していきたいと思います。まずはいつもの手順で方眼紙に下書きを描いていきます。この方眼紙横幅が22センチなんですが、偶然にもちょうど収まる感じになってます。はい、イラストレーターにしたのがこんな感じですね。プレビュー画面に色付けするだけでなんかそれっぽいですね。もう実際の制作はアウトライン表示の画面で行います。グリッドを表示してグリッドの間隔を 1mm に設定すれば方眼用紙と全く一緒ですね。ペンツールでパスを書いていくんですが、グリッドにスナップさせると結構あっさり作れちゃいますね。こういう単純な図形なんかは。今回この刃の可動も再現するのでパーツごとに分解していきます。このソード今回厚さ 7mm で製作するんですが、上の刃の部分は7枚のプラ板積層、下の部分ですね、そこはライフルの方針が入るのでこの字型の箱組みにします。今回のようにプラ板を積層してパーツを作る場合、同じ形のパーツを大量に作ることになるんですが、イラストレーターとカメを使えばコピーして出力するだけなのですごく助かります。プラ板の中を抜きたい場合、これはもう定番の加工方法なんですが、まずはピンバイスで穴を開けて、こんな感じにどんどん穴を開けます。次に開けた穴をナイフでどんどんつないでいきます。はい、抜けました。これであとはヤスリなどできれいに整えます。刃のパーツ、ここはプラ板積層なので重ね合わせて接着します。下側のパーツ、これは 5mm 幅のプラ板を挟み込んでこの字型に仕上げます。曲がった状態で接着されないように、ここではヤスリを取り付けているステンレスの板で角度を出してます。はい、下の部分のパーツですが結構出来上がってきました。刃のパーツは 1mm のプラ板を7枚重ねて 7mm にしています。さあ、はまるでしょうか。なかなかいい感じですね。ライフルの銃口を収めるためにこの場所を掘ります。銃口のパーツ、今回はジムスナイパー2ホワイトディンゴに付属していたビームライフルのものを使用します。刃のパーツ、厚さ 7mm ありますが地道に削って刃の形にしていきます。デザイン項を見るとこの刃の部分かなり薄くなってますので、できるだけそれに近づけていきたいと思います。今使用している道具なんですが結構昔からあるもので、セラカンナという商品で刃の部分がセラミックでできてます。この刃の形状出しですが動画では数十秒なんですが実際はかなりの時間がかかりました。削りカスも大変なことになってますね。この作業、左右の刃のバランスを確認しながら進めていきます。この時点でソードの形はほぼ出てきた感じです。
刃はまだちょっと分厚い感じなので、さらに削り込んで薄くしていきます。グリップですが、5ミリの角棒を先端の方まで通して使用することにしました。続きまして、ライフルモードの時にちらっと見える内部のディテールを作っていきます。まずは型紙を作って、それをエバーグリーンのこれはラップサイディング 1.5 ミリ幅を使用しています。ライフルの方針はこの刃の方のパーツに取り付けます。カムさんに作っていただいているデカールですが、サイズチェックのためにプリンターで印刷したものを貼り付けています。すごくかっこいいデザインなので、実際に貼るのが楽しみです。プラ板積層の部分、ここはカメオでカットしてるんですが、最終的な切り出しは手で行っているので、どうしてもばらつきというか、段差が出てしまったりする場合があるんですが、そういったところはパテで埋めていきます。プラボの加工、これは結構しっかりと押さえてないとダメですが、この方法でも意外と綺麗に仕上がります。ライフルの方針はパイプを重ねて太さの違いを出します。今回ソードモードからライフルモードへの変形を再現するんですが、可動部分は 1.5 ミリの真鍮線を2本使用します。刃の部分が斜めにせり上がる感じになるんですが、それを再現するために真鍮線も斜めに取り付けます。真鍮線の角度を調整しながらスムーズに展開できるように調整していきます。続いて飾りを取り付けていきます。刃の部分についている白い帯状のものです。1ミリ厚のプラ板を5ミリ幅の短冊状にカットしたものを使用します。飾り用のパーツなので側面もしっかりときれいに加工しておきます。これを取り付けただけで一気にそれっぽくなってきたんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。この飾りパーツなんですが、刃の部分までかかってますので、その隙間はパテで埋めます。続きましてライフルモード用のグリップを製作します。使用するのは H 型のプラ棒、あと3ミリのプラ棒、あと4ミリの丸棒、あとそれにプラ板を貼り付けたりして作っていきます。このパーツ、手を囲むような形状になってるんですが、実際に握る部分に H 型のパーツを使うことによって手のひらについている出っ張りをそこにはめ込んで保持力を確保できるようにしています。グリップのシルエットはだいたいこんな感じになりました。パーツの下に敷いてる白い紙なんですが、荷物を送る時などに使う壊れ物シールってありますよね。それの台紙です。これが結構便利で、接着剤とかあとパテなどを使う時に使ってます。グリップとソードの接続は磁石で行います。あとソード本体と腕の接続ですね、そっちも磁石で行います。この磁石の取り付けはセメント SP だと使わないので瞬間接着剤を使うんですが、直接その接着剤の入れ物から使うとダブルゼータの時のようなことになるからね、それだけはちょっと避けたいので爪楊枝などで塗布します。はい、ここまで GN バスターソード制作してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後に短いですがギャラリーを用意しましたので、そちらを見ながらお別れしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。